盛大な拍手でお迎えいただきたいと思います。今日はね、試合を終えて、そして、一度お戻りになられて駆けつけてくださっております。お疲れのこともあると思いますが、しかしとてもここに来たことを喜んで、選手自身も喜んでおられます。どうぞこれからしばらくの時、楽しい時になるようにね、今日もチームが勝ちましたのでね、やっぱりね、はい、10回逆転で勝っておりますので、そういう意味においてはね、言葉も、話もトークも弾むんじゃないかと期待をしておりますので、ご期待はいただきたいと思います。プログラムの内容を少し説明しておきますと、最初そうですね、30分から40分間、選手にトークをしていただきます。で、通訳がおりますから、ですから、全部で20分ぐらいの内容を30分、40分書かれると思いますが、はい、それでは。ご紹介の必要はないかと思いますが、ソフトバンクホークスのスタンリッジ選手であります。もう一度話してます。火曜日ね、勝利投手になって、おられます。また今日も勝利、そして何しろ7連勝ですからとてもご機嫌よくお話しいただきご期待いただきたいと思います。そして、もちろんプロ野球の選手としてご活躍なさっていることでありますけれども、それと同時に、クリスチャンであります。お立ち台にヒーローインタビューに立つと、その後にね、いつもイエスも私の力ですと言って、ことあります。今日は野球のこともお話しいただきます。それに合わせて、信仰のこともお話をいただけると思っております。最初の30分から40分、通訳をしている時ですが、トークしていただきます。その後、10分ぐらい、Q&A といいますか、皆さんから何かお尋ねになりたいことを聞いて答えていただきますので、野球の指導のことでも結構ですし、また他のことだけでどうぞ聞きながら質問を考えておいてくださいね。分かったね。はい。そしてその後、お時間をお取りいただいて、交流のとって言いますか、一緒に写真を撮っていただいたり、握手をしていただいたり、そういう時間をお願いしてあります。全部が8時半に終われればと思っておりますので、ご協力をお願いしたいと思います。私たち教会ではいつもどのようなプログラムを行うときにもお祈りをして始めます。今日もそのようにしたいと思います。私が祈りますので、手を組んで目を閉じて、私の祈ります言葉に心を合わせてくだされば感謝であります。お祈りをいたします。天の父なる神様、スタンリッジ選手をこのように送ってくださったことを感謝をいたします。チームにおいても活躍をし、また良い信仰の歩みをなされていることも覚えて心から感謝をいたします。どうぞこれからしばらくお話をしていただくことでありますけれども、その証が分かりやすく、また皆さんの心に何か素晴らしいことが、何か大切なことが届いてまいりますよう助けてください。たくさんの方を送ってくださったことを心から感謝をいたします。今からでも加わる方々を導いてください。心から感謝をして、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。通訳が木内博美さんがしてくださいますが、残念ながらあまり野球のことは知らないですから、野球のこと知っている方、そこは違うよということがあったら教えてあげてください。よろしくお願いいたします。では、大丈夫ですね、マイクはあなたの大丈夫。一番高くしといたんです。I think I'm gonna talk loud enough for I think everybody. いい曲です。はい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 。Yeah, I don't think we need to. Come on. I'm happy to be here. これから本当に感謝しています。 Sue myself for being late. 遅くなってすみません。 As you know, the reason I was late is because the game was late. もちろん皆さんご存知のように遅れた理由は試合がちょっと長引いてしまって。 So I apologize. すみません。
I want to, first of all, tell you all thank you for coming まず皆さんに今日来ていただいて本当にありがとうございますとお伝えしたいと思います。 and to thank El Shion Church そしてエルシオン教会、 and to Kichi-san. そして木内先生、 And now Hiromi is going to do a great, outstanding job of translating for me. そしてまた通訳者に感謝したいです。 So thank you for having me. ありがとうございます。 Okay, my name is Jason Stanbridge, 私の名前はジェイソン・スタンドリッジです。 and I play baseball. ご存知のように私は野球選手です。 I play for the SoftBank Hawks, ソフトバンクスホークスの選手です。 and I'm glad to be back. そして福岡に戻ってこれたことを嬉しいと思っています。 Me and my wife came over to Japan in 2007, 私と妻が初めて日本に来たのが2007年の時でした。 and we arrived at the Fukuoka airport. 福岡国際航空に到着しました。 And we did not know what to think. そして、最初は戸惑っていました。 First thing we saw was we could not read any signs. まず最初に思ったことが、看板が何も読めないと。It was in English. 英語がどこにも書いてない。 I don't know why I thought that it might be. なんで英語があることを期待してたのかも分かりません。 Obviously, there's no English here. 日本では英語がほとんど使われてないみたいですね。 But that's what happens when a dumb American comes to a foreign country. 何も知らないアメリカ人が旅行するとこうなります。 So anyway, I wanna just really just tell you a little bit about me. まずはじめに少し自己紹介をしたいと思います。 I want to tell you a little bit about my family, 私の家族についてや maybe a little bit about baseball, 野球のことも少し話したいと思います。 and a little bit about something that's the most important thing in my life. そして何より私にとって一番大切なことについて話したいと思います。 So I've been playing, this is my 18th year to play professional baseball. プロ野球選手になってから今年で18年になります。 And I've been able to go to churches and in Japan, but then also in the States over the years. これまで日本でもですし、アメリカでもいろんな教会へと行ったことがあります。 This is the first time that I've ever spoken in sandals before. 今回が、サンダルスリッパを履きながら初めて Very first time. So there's a first time for everything. 何事も初めての時がありますが、 So only in Japan, right? これは日本だけですね。 So, anyways, はい、それでは if you would have told me that I would come to Japan and play baseball when I first got drafted in 1997, I would have thought that you were crazy. 1997年、私が初めてドラフトですか、野球選手になった時に、あなたは日本に行くことになるよともし言われてたら絶対に信じなかったと思います。 I would have definitely told you, I'm not going to go to Japan. What's the point of going to Japan? そんなことあるわけないじゃないか、一体何の意味があるんだときっと言ったでしょう。 But we have been here. This is my 7th year in Japan now, 7th season. 今年で7年目に日本に来て7年目になりますが、 2 with the SoftBank Hawks, and then 4 with the Hanshin Tigers, and then now this year. 最初の2年ソフトバンク、次の4年阪神で、そしてまた、福岡に戻ってきましたが、 And as the ride over here from my house, I was telling Hiromi that me and my wife have fallen in love with Japan. 教会に来る、車の中でも話してたのですが、私と私の妻は日本に、恋をしましたと。 This is truly a great country. この国は本当に素晴らしい国です。 And I really have enjoyed meeting the Japanese people. そして日本の方々にお会いすることは本当に、私の喜びであります。 So thank you for your hospitality. そして、皆さんのその歓迎するおもてなしの心に感謝したいです。 As Japanese people, as an American says, thank you for your hospitality. アメリカ人代表として日本人代表の皆さんにありがとうございますと言いたいです。 But I would have never thought that I was going to come to Japan to play baseball. でもまさか自分が日本へプロ野球をしに来るとは思ってもみなかったことでした。 And it's funny how sometimes we think that that our lives are going to take us certain places, but it actually takes us a different place. 皆さんそれぞれ人生について行き先があると思っているかもしれませんが、時々、予想しない分岐点に
を通って知らないところに行っちゃうことがあるんじゃないでしょうか。But me and my wife were talking about the other day. We said that we would never have it any other way. We have enjoyed our experience. 先日妻とも話してたんですが、過去を振り返っても、何も変えないだろうと、このままで本当に良かったんじゃないかと思っています。So for that, I truly have enjoyed. We've enjoyed our time in Japan, and it's not over yet. そういう意味でもまだ終わってはいませんが、日本での暮らしは本当に楽しい時でありました。So, please root us on SoftBank Hawks to win the Nippon Series this year. そして日本シリーズっていうんですか、を優勝することができるように、どうぞこれからもソフトバンク応援よろしくお願いします。I believe that we can do it. できると信じています。Okay, just a little bit about my family. Me and my wife have been married for almost 11 years. 私との家族のことを少し話したいと思います。私と妻が結婚してから今年で Almost 11. もうすぐで11年になります。In October, in 10月10月で11年になります。we have a 5-year-old little boy. 5歳の息子がおります。That he will actually turn 6 in a week. 来週1週間後に6歳になる息子です。So when we were here first in Japan in Fukuoka in 2007, 2008, he was not born yet. 私たちが2007年初めて福岡来た時にはその息子はまだ生まれてませんでした。So he is not sure if he's American or Japanese. そういうこともあり、息子は自分が日本人なのかアメリカ人なのかはっきりと分かってないところがあります。Because he's lived probably more than half his life in Japan. 自分の人生の半分以上日本で暮らしているので、So he's kind of torn between he doesn't know. よく分からないと悩んでいるみたいです。That's okay. で That's も okay. それも別にいいんじゃないでしょうか。And we had the privilege and obviously I can tell you some stories about it, but we had the privilege to be able to adopt a little girl, a little Japanese girl last year. そして去年のことなんですが、日本人の女の子を養子として引き取ったというとても私たちにとって感謝な出来事がありました。And she's been with us almost a year. もうすぐ、ほぼ1年私たちと一緒に暮らしています。Actually, is today the 9th? Yeah, so 3 days she will be with us for 1 year. あと3日で、ぴったり1年になるそうです。So we have been truly blessed to be able to go through that process. そしてそのプロセスは私たちにとって本当に祝福でありました。And it's something that me and my wife has always wanted to do is adopt a child, and it presented to us last year, and we were able to do it. 私も私の妻もずっと養子を引き取りたいということは願っておりましたので、去年その機会が与えられたことを本当に感謝しています。So she has brought so much joy in our lives. 私の娘は私たちの人生に本当にたくさんの喜びをもたらしてきてくれています。Remember we asked my little boy the other day. ついこの間息子にあることを聞いてみました。We asked him. We said, "Do you think your sister's Japanese, or do you think she's American?" 息子に聞きました。あなた、君の妹は日本人だと思う、それともアメリカ人だと思う。He looked at us and went, "She's American." そしたら息子は当然にアメリカ人でしょと答えました。So it's been a lot of fun to be able to see the interaction between my son and now our little girl. そしてこの1年息子と娘が何でしょう、交わりを持つことを見るのはとても楽しい時です。But we wanted to raise our kids to see that everybody is the same. 私たちは子供に教えたいことは、みんな同じなんだということを伝えたいと思っています。We may have different color hair or different color skin, but we're all the same, and God's created us all. 髪の色が違ったり肌の色が違ったりしたとしても、私たちはみんな同じ神様が作られた人間なんだということを。So it's fun to be able to see that his little mind processes that. なので、息子の小さな頭に一生懸命そのことを、理解しているのを見るのはとても楽しいです。But sometimes things are not always great. Life is not always great. 皆さんご存知のように人生とは必ずしもいつでも万事 OK という素晴らしい時ばっかりではありません。I remember one particular time in 2005. 2005年の時ですが、
I was in the major leagues with the Texas Rangers. テキサスレンジャーってメジャーリーグに所属してた時のことなんですが、And I had been up in the big leagues for 1 week. I was in the major leagues for 1 week. リーグが始まって1週間だったそうなんですが、 And I ended up getting called into the manager's office, and he told me I was going to go back down to the minor leagues. メジャーリーグに昇格ですかしてまだ1週間の時に、マネージャーに呼び出されて、残念ながら2軍に降格になるということで、マイナーリーグに降格になることを伝えられました。 And to be able to make a long story short, I was dealing with a lot of stuff that year and going through a lot of struggles on the baseball field. 長い話をちょっと短くしますが、その年私は野球選手としてそのチームで、いろんな問題に巻き込まれていました。 Me and my wife had been married for 2 years. 私と妻が結婚してまだ2年でしたが、 And I remember, and she was on the road with me. We were in Houston, Texas. ヒューストン、テキサスで車の道中の中でしたが、 So we were on the road playing the Houston Astros. We were on the road playing the Houston Astros. That was the team that we were playing. ヒューストン・アストロボという、チームと対戦している時のことなんですが、 So my wife was at the hotel, and I came back from the baseball field. 妻はホテルにいて、私が野球場から戻っている時なんですが、 And it's when you get sent back down to the minor leagues, it's almost like you're at your job and you have been fired. メジャーリーグからマイナーリーグに降格するということが、例えるなら仕事をクビになるような気持ちと同じだと思います。 So it's not a happy time. 決して楽しい出来事ではありません。 Sometimes it can be an angry time as well. 人によっては怒りを伴う出来事じゃないでしょうか。 And this particular time, it was a very sad time for me. 私にとってその出来事って本当に悲しい出来事でした。 I had been to the major leagues and back to the minor leagues, back and forth, very many times. 私は何回もメジャーリーグとマイナーリーグを行ったり来たりしてましたが、 And I was very tired of it. それに少し疲れ始めていました。 And at this particular time, I felt like a failure. そしてこの時ばかりは私は自分が、なんて言うんでしょう、失敗者というか落第者というか出来損ないのように自分のことを思ってきました。 And I remember it was the first time, my wife was in the hotel room when we got back, or when I got back from the baseball field. And I remember it was the first time that I had ever cried about something that happened bad in baseball. 妻の待っているホテルに戻り、その時私は初めて妻の前で、野球のことで涙を流しました。 And I cried like a little baby, like a little kid. ちっちゃな子供のように赤ちゃんのように泣きました。 And I was in such a state, state of depression, just feeling like a failure. 本当に落ち込み、自分が本当にどうしようもないような人間に思えてきました。 And that was in 2005, and that's been 9 years ago. それは9年前、2005年の時の出来事です。 The good news is I'm still playing baseball. 良い知らせといいますか、私は今でも野球選手を続けております。 And the even better news is I'm in Japan. さらに良い出来事といいますか、今私は日本にいます。 So life did not fall apart like I thought it was about to. 要するに、その時私は自分の人生がめちゃくちゃになったと思いましたが、実はそうではなかったことということです。 So have you ever found yourself asking God, why are things happening to me? 皆さんももしかしたら聞いたことがあるんじゃないでしょうか。神様、一体なぜこんなことが私の人生に起こっているんですかと。 You know, like if you go through a really tough time in your life, and then you, or a difficult time in your life, 人生の苦しい時、大変な時を通る時、 and then you get out of that difficult time, and then all of a sudden you're met with another difficult time in your life. そしてやっとその困難を抜けたと思ったら、また新たな困難にぶつかった時、 Has anybody ever gone through something like that? そんなような人生送られたことありますか？ Because I have. 私はあります。 I think if you're honest, I believe everybody has gone through something like 正 that. 直
な方でしたら、多分皆さん全員手を挙げるんじゃないですか。It's okay, we can be honest in here. This is the place to be honest. 皆さん大丈夫です。この建物、この場所は、正直になってもいい場所です。But the funny thing is even people that don't even know who God is, that go through situations like that, they will still ask God for help. 不思議なことかもしれませんが、たとえ神様を知らない人であったとしても、神様を信じてない人であったとしても、そのような困難な時を通るとき、人は皆神に向かって問いかけるのではないでしょうか。神頼みをするんじゃないでしょうか。Does everybody remember September the 11th of 2001 in New York City? 2001年9月11日、ニューヨーク市で起こった出来事、皆さん覚えていらっしゃいますか？ When the planes hit the World Trade Center and killed 3,000 innocent people. 飛行機テロがあり、たくさんの市民の命が奪われたあの事件のことを覚えていますか？ At that particular time, they interviewed people on the streets of New York. その当時のことですが、ニューヨークの町に住んでいる人々にインタビューが行われたそうです。And every single person would say, we have to pray that God will protect us. そしてインタビューに答えた本当にほとんど全ての人が全員が神様に祈らないといけないと答えたそうです。Now, I imagine that not everybody that they interviewed knows who God is. これは私の推測ですが、多分インタビューされた方全員が神様を信じていたとは限らないんじゃないかと思います。But they still ask God for help. それでもみんなが全員が神様に助けてくださいと祈りました。But sometimes these things in our life, they happen for a reason. 私たちの人生に起こる困難ですが、これらのことに本当は意味があるんじゃないかと私は思います。They happen in order for God to get our attention about things. もしかしたら神様が私たちにこっちの方を向きなさいと言っているのではないでしょうか。So, when we're sick or when we're in need of healing, 病気になったり、癒しが必要になったとき、 or if we're in the middle of a crisis 大きな、or a problem, yeah. 困難といいますか、そういうようなときにあるとき、 Most people are going to turn to God for help, even if they don't know who He is. 多分多くの方がたとえ神様を知らなかったとしても神様に向かって助けを求めるんじゃないでしょうか。 The good news is God wants us to do that. そして良い知らせと言いますが、神様は私たちがそうすることを望んでおられます。 But see, there's a reason why God has designed us to call on something that is greater than ourselves. 神様は目的を持って意味を持って私たちを弱いものと作られました。 Because there's something inside of us that we know that is something greater than ourselves. 困難などにぶつかった時に私たちは皆知るわけです。自分がなんて弱い存在なんだと。 So He wants us to call out to Him for help. 神様は私たちに助けを求めることを望んでおられます。 There's a song by a group called Third Day. I don't know if you've ever heard it. アメリカにサードデイという音楽グループがあります。 It's a Christian band. クリスチャンの音楽グループです。 And they sing this song. It says, "Cry out to Jesus." ある彼らの歌の中にイエス様に呼び求めなさいという曲があります。 And it goes through all these circumstances in our lives when bad things happen to us, or we can't figure out what the cause of it is, and we can't figure out the answer. 歌詞の中でいろんな人生を描いています。困難なことにぶつかったり、そしてまた意味がわからない、なぜこんなことが起こったのかわからない、そんなような状況にいる人たちの人生が曲に書かれています。 So they continue to sing about all these things that are going on in our lives, and the things that sometimes that we, obviously cannot control. 私たち自分自身ではコントロールできない、そのような困難な人生をその曲は歌っています。 But and he gives an easy answer in the song, and the answer is cry out to Jesus. でもその曲で与えられている答えといいますか、その曲が私たちに示している答えというのがイエス様に呼び求めなさいということです。 You see,
God has sent his only son Jesus to the earth. 神様は、神様の一人子イエス・キリストをこの世へと送ってくださいました。To die for our sins, 私たちの罪のために死なれることを、 so that we may have life 私たちが命を得るために、 and to be able to have it abundantly. そして豊かな人生を歩むことができるようにそうされました。There's another verse in the Bible, Mark 2:17, マルコ2章17節聖書の中の言葉ですが、 and this is what it says. It says, "Healthy people." This is Jesus talking too. Healthy people don't need a doctor. その聖書には、私は、Mark 2:17. すみません。マルコ2章17節にこう書いてあります。イエス様が言われた言葉です。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。 Did you read the whole verse? No? Okay. I'll read the whole verse and then you read it. Okay. So this is what it says. It says, "Healthy people don't need a doctor, but sick people do. I have not come to call those who are righteous, but those who know that they're sinners." 医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。 So what this verse is actually saying, it's not talking about a physical sickness. この箇所が言っている病気っていうのは必ずしも肉体的な病のことではありません。 Even though Jesus uses the illustration of a doctor to come and heal the sick, he didn't come for the healthy. 確かにイエス様は、例えとして、医者を必要とするのは病人であって、健康な人ではないということを言っていますが、 So obviously, if we're healthy, we're not going to go to the doctor. I'm not going to go to the doctor. 皆さんもそうだと思いますが、健康である人は医者に行く必要はありません。I mean, I don't even like going to the doctor. 私自身も病院に行くのは決して好きではありません。 So what this is basically saying is that Jesus has come for the sick people, not the healthy. つまりこの箇所はイエス様がこの世に来られたのは、健康な人のためではなく、癒しが必要な人のために来ました。 And if you look through the Bible and you read the Bible, you see that Jesus heals all kinds of sick people. 聖書を読むと書いてありますが、イエス様は確かにたくさんの病人を癒してきました。 He heals blindness. He heals many diseases and leprosy and people that can't walk. 目が見えない人を癒し、皮膚病の人を癒し、歩けない人を歩けるようにしてくださいました。 He even raises people from the dead. さらには死んだ人、死人を蘇らせたりもしました。 So do I think that Jesus cares about our physical health? つまり、イエス様は私たちの肉体的な健康を、私たちの肉体の健康のために来られたのでしょうか。 100% yes. その通りでもあります。 But what he cares about more is what's inside. でも体よりもイエス様が心に留めておられるのは私たちの心です。 So like we have taught my son to see, he doesn't see color, he doesn't see race, he doesn't see anything but God's creature, God's creation, whether it's a Japanese American, an African American, Australian or European, it doesn't matter who it is, he sees the person. ちょっと息子の話に戻りますが、私の息子は人を見てその人の肌の色や人種やアメリカ人なのか日本人なのかそういうようなところを見るのではなく、その人が神様の作られた人間であると、そのことに目を向けていると思います。 So we have taught him that for a reason. 私たちがそのことを息子に教えたのには理由があります。 We want him to look at people the way that God looks at us. 私たちは息子が他の人を見るときに神様がその人を見ているかのように見てもらいたいのです。 Now, that's very difficult, and I understand that may be very difficult to do. 確かに、そういうふうに人を見るのは難しいことだとは思います。 And let me explain, because
we as humans, we see the differences. We see the bodies. We can see differences. なぜなら私たち人間は人の違いに目を向けます。体の違い、そのことに目を向けがちです。You can see my hair is brown, my eyes are blue, and I look like an American. 皆さん、私のことを見て、髪が茶色いと、目が青いと、アメリカ人だなと思われるんじゃないでしょうか。And I see Hiromi's hair is black, her eyes are black, and she looks like Japanese. そして私が通訳者を見るときには、彼女の髪が黒いなと、目も黒いなと、彼女は日本人だなと、そのように認識します。We can see that. We can see that with our eyes. We see on the outside. 私たちの目で人を見るときには、肉体的な外面的なことがまず目に飛び込んできます。So the difference there, and we try to teach our son or whatever to be able to see just the person. The difference there, there's a difference. You repeat it? No, it's okay. つまり私たちが息子に教えていること、息子に人として見てほしい。そのことには、普通の人が、他の人を見るときと違う見方だと思います。Okay, so I'll give you an example. Okay, what's your name? じゃあ一つ例を出したいと思います。あなたの名前何ですか？お名前何 What's です your か？ name? お名前何ですか？ Yuzuna. Okay, I can see Yuzuna has got a yellow shirt on. 私がユズナちゃんを見るとき、黄色い T シャツを着ているなと。I can see she's got pink socks on. ピンクの靴下を履いているなと。And I can see maybe that she's 10 years old, maybe. そして大体10歳かなと思います。That's my guess. That's my guess. Maybe older, maybe younger. How old are you? 何歳ですか？何歳? See? So I can physically see her, but I have no idea what she's thinking. I have no idea what her fears are. I have no idea of anything inside of her. 私が彼女を見るとき、ユズナちゃんを見るとき、彼女がどんな人間か、外面的なことは分かります。でも彼女がどんなことを思い、どんなことを考え、どんなことに悩み、恐れているか、内側のものは何にも分かりません。And I have no idea if she's going through any pain in her body. 今現在、体のどこかが傷んでいるのか、そのようなことは全く分かりません。I can probably guess that she's saying, "Why is this guy picking on me?" 多分私の読みが正しければ、多分彼女は今なんでこの外人は私のことを選んだんだろうと思っているかもしれませんが、でもいじめてるわけじゃないので、ちょっと例として使っただけ。The point is that I can't see inside y'all's lives. つまり私が言いたかったことは、私が皆さんを見るとき、皆さんの人生、今どんな人生を歩んでおられるか、そのようなことは分かりません。 We can't see inside of each other's lives. 私たち人間はお互いの人生を見ただけで知ることはできません。 There's only one person that can do that. この世でたったそのことができる方がたった一人だけおられます。 And that's the God that created us. それは私たちを作られた神様、創造主です。 See, He knows my pain. He knows my fears. And He knows my thoughts. 神様は私の痛みをご存知です。私の思いをご存知です。そして私の痛みをご存知です。 In 2005, in that hotel room, when I was crying on my wife's shoulder, He knew the pain that I was going through. 2005年、私が妻の肩に頭を寄せ泣いていた時の痛みを神様はご存知です。 My wife could understand a little bit that I was going through some pain, but she didn't know exactly like God did. 妻は多分私が、心を痛めているなど悲しんでいるんだとなんとなく理由は分かったかもしれませんが、完全には分かってはいませんでした。 So our physical bodies, these are our physical bodies. They get weak and they need food and they need rest. 私たちの肉体、この体は食べ物も必要ですし、疲れることもありますし、休むことも必要です。 Our spiritual bodies are the same, but there is a difference.
そして私たちの霊的な体も同じなんです。でもそこには一つ違いがあります。And this is the difference. This is what Jesus says in John 6:35. 聖書のヨハネ6章5節に書いてあることですが、 Okay, I will read it and then I'll let Hiromi read it in Japanese. まず私が読んで、その後日本語で読んでもらいますが、 So this is Jesus talking. And he says, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. And whoever believes in me will never be thirsty. これはイエス様の言葉です。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。 This is a pretty bold statement from Jesus. これは大胆な発言じゃないでしょうか。 And I could see how people would be thinking, why do you want me to eat your body? ね、普通の人は、なんで、ね、あなたの体を食べないといけないんだと思われるかもしれません。 But again, he's not talking about the physical body. 繰り返しですが、イエス様は肉体的な体のことについて言われているのではありません。 He's talking about our spiritual body. 私たちの霊的な体についておっしゃっているのです。 He's talking about our soul. 私たちの心、魂についてです。 You know, there's something inside of us that God has given and placed inside of us that is our soul. That is who we are. 私たちの体の中に神様は魂を、心を、私たちの私たちの自我っていうんですが、そういうようなものを私たちに与えてくださいました。 But just like our physical bodies crave food, so does our spiritual bodies. 肉体的な体が食べ物を求めるように、私たちの心も霊的な体も食べ物を望んでいるのです。 All right, I weigh 105 kilograms. 私は105キロあります、体重が。 So I've got a pretty big body. そこそこ重い体じゃないでしょうか。 And I work out a lot. And I'm running, so I'm burning a lot of calories. そしてまたたくさん筋トレしますし、たくさん走り込みますし、たくさんカロリーを消費します。 Especially when they don't turn the air conditioner on in the Yahoo Dome. 特にヤフオクドームで練習しているときに空調を入れてくれないと特にカロリーを消してき It gets really hot in there. めちゃくちゃ熱くなります。 So if I eat a sandwich, サンドイッチを私が食べたとします。 my body is going to be hungry again in an hour or two. 多分私の肉体的な体は1時間、2時間経ったらまたお腹が空きます。 So it's going to want more food. もっと食べ物を欲します。 But this is what Jesus tells us. でもイエス様はこう言われます。 He said, if you will eat from me spiritually, イエス様、でももしあなたが私から霊的に食べるなら、 Jesus says, if I'm the bread of life, and if you eat from me, and what I mean by eating from Jesus is I mean that you get to know him and that you have a relationship with him. イエス様、もし私、命のパンである私から食べるなら、それでこの食べるというのは肉体的に食べるという意味ではなく、イエス様のことを知り、イエス様と関係を持つことを言いますが、 So if you translate that to food, if you will get to know me and you will understand who I am and talk to me and meet me and eat from me spiritually and get fed like that, you will never ever want and crave another food. もしも私から、霊的な食べ物を受け取り、私とつながるならば、そしたらあなたは決して飢えることがない、またお腹が空くことが決してないとおっしゃっています。 But the thing is, we try to fill our lives with other things. でも私たち人間は、その他のことで自分の人生を満たそうとするのではないでしょうか。 We try to fill our lives with things that only make us happy just for a short time. ほんの一時的な喜びしかもたらさないものを私たちは求めていないでしょうか。 Like people think, oh, if I can get a lot of money, then I will be so happy. 例えば、もし私がお金持ちになれたら、大金持ちになったら、きっと幸せになるに違いない。 But guess what? The more money you make, the more money you spend. でも、たくさん稼げば稼ぐほど、たくさんそのお金を使うということです。 And that money only lasts for a short time. そしてお金はほんの一時的にしか、短い時間しかそこにありません。 People try to
You know, and this is the thing. I'm around people that make a lot of money. 私自身も、私の周りにもたくさんお金を稼いでいる人がたくさんいます。As professional athletes, we are paid very well. プロスポーツ選手として私たちはお給料、かなりの額の給料をいただきます。And if you're not careful, you can let things, you may want to go buy something to be able to create some sort of a happiness. そこで気をつけなければいけないのは、一時の幸せを求めてそのお金を使ってしまうことじゃないでしょうか。So if I want to go buy a brand new car, well, it's going to be brand new for a short time, and then it's old. 私が新車を買おうと思っても、その新車は新しくある期間はほんの短い期間じゃないでしょうか。すぐに古くなってきます。So I see a lot of players doing that. A lot of my friends that have done that, buy cars, and then when that one gets old, well, you just go buy a new one, you know, and spend even more money. 私の周りにも友人の中にもたくさんそういう人がいます。新しい車を買い、それが少し古くなってきたなと思ったら、また新しい車を買う。But this is what Jesus is saying. でもイエス様はこう言われます。He's saying that those things are temporary. イエス様はそのようなものは本当に一時的なものだよと。But Jesus is saying, I am not temporary. イエス様は私は一時的ではないとおっしゃ I ってい will ます。 continue to keep you fed for the rest of your life. 私は永遠にあなたの残りの人生ずっとあなたに食べ物を与え続けることができると。He says, just come and talk to me and you will never want those things. 私と、ただ私のもとに来て私と話すだけであなたにはそれらのものが与えられますよと。About a month ago, I was able to play, I think 2 months ago, I was able to pitch, it was in June sometime, I was able to pitch against the Hanshin Tigers. 2ヶ月ほど前でしょうか、6月の時に、私は阪神タイガースその試合でピッチャーを務めることができました。Now, I played for the Hanshin Tigers for 4 years. ご存知のように、阪神で私は4年プレーをしました。Well, they got rid of me. 彼らは私を、用済みだと言って手放したのです。And I pitched really good for them. 自分で言うのもなんですが、なかなかいいピッチャーじゃなかったというふうに発明を持ってます。So you can see that there's this something in you that I'm like, God, I really want to beat a man. なので、理解していただけるかもしれませんが、自分の中にもよっしゃ勝ってやるぞみたいな気持ちがありました。So as an athlete, you already have that desire to win. スポーツ選手として向上心ですか、向上心は強いと自分でも思っています。But then when a team just lets you go like that and says, oh, we don't need you anymore, when you work so hard for them, it makes you really upset. チームのために本当に貢献してきたと思っていたのに、あっさりと手放された時の悔しさは結構大きなものです。So, in the beginning of June, whatever the game was, when I was pitching against the Hanshin Tigers at Koshin, それで甲子園球場ですか、そこで阪神に対してピッチングしてた時のことですが。Well, I threw a shutout against my old team, a shutout, which is I didn't get any runs. 私は完封っていうんですか。ランナーを1回も出さない時がありました。So the complete game shutout it made me really happy. その瞬間は私は本当に気持ちよかったです。Really, really happy. めちゃくちゃ嬉しくて。But only for a short time. でもその嬉しさ、喜びはほんの一時しか。For that night, I was able to talk to my wife on the phone and just really tell her how excited and how happy I was, and she was as well. で、その晩、私は妻に電話をして、自分がどんなにすごいことをしてのけたか、妻も一緒にその喜びを分かち合ってくれました。But 24 hours later, we have another game. でも、その24時間後に次の試合が待っています。And everything was focused on the next game. すべての注意っていうんですか、気持ちは次の試合へともう向けられています。So when I thought like, oh, this is the best thing ever to be able to beat my old team. Why did you get rid of me? I'm going to stick it to you. I won and I'm so happy. And then all of a sudden it's over.
確かに私は試合やったぞと周りのチームに、仕返しじゃないですけど、自分をあっさり手放したチームに仕返しをしてやったぞみたいな本当に嬉しい高揚感というそういう気持ちがあったんですが、あっという間にそれはなくなるわけです。But I found so much happiness in that game. でもその試合を通して私は多くの喜びを得ました。 But it was very temporary. でも先ほど言ったようにそれは本当に一時的なことでした。 I mean, it was in the newspapers, it was on the TV. There was a lot of attention on that one game. But it came to an end. 確かにたくさんのメディアがテレビや新聞で取り上げてくれました。いろんな人がたくさんの人が注目してくれていました。でもそれには終わりが来ます。 So many times in my baseball career, I have let baseball become my happiness. 私の野球人生の中で本当に幾度となく私は野球を自分の人生の喜びにしてしまったことがあります。 But as soon as I have a bad game or a bad season, I feel like it's just falling apart. つまり少しでも悪い試合だったりシーズンがうまくいってなかったりするとまるで人生が崩壊していくかのような気持ちになります。 So many times I find my happiness in my family. もしくは、幾度となく私は自分の家族を自分の人生の喜びにしてきました。 Until me and my wife get in an argument. でも妻と口喧嘩になるときに、 And then I feel like I want to just run away. なんともどうでもよくなって逃げ出したくなるような気持ちになります。 Or if my son does something that I've told him 1,000 times not to do, and he does it again. もしくは息子にやってはいけないと本当に何千回言ったかわからないことをまた息子がしたときに落ち込みます。 But I still find happiness in my family, obviously. でももちろん当然のごとくそれでも家族から喜びを得ることはあります。 I'm happy when I have a good game in baseball. で野球がうまくいっているとき嬉しくなります。 But that's not where my hope is. でもそこに私の希望はありません。 My hope is in Jesus. 私の希望はイエス様にあります。 My strength is in Jesus. 私の力はイエス様にあります。 My happiness is in Jesus. 私の幸せはイエス様にあります。 But most importantly, my life is in Jesus. 何よりも私の人生がイエス様にあります。 This is the only reason why Jesus came to this earth. このことのために、このことただ一つのためにイエス様はこの世に来られました。 You know, when it says in John that God sent His only Son to die on the cross because He loved the world so much, He's talking about the world. He's not talking about just a certain group of people. He's talking about the entire human race. ヨハネには神様がご自分の一人子をこの世にと送ってくださったと書いてあります。そしてこの世っていうのはこの世です。この世界、この地球全部のことです。一人の人が一つの民族の人ではなく全ての人のことです。 And you don't have to answer this, but when you find something in your life that is so exciting, don't you want to go tell people? 必ずしも答えてくださらなきゃ結構なんですが、人生で本当に嬉しい、楽しい、喜ばしい出来事があったとき、そのことを他の人に伝えたくなりませんか？ Sometimes when I have a good game, if my wife was not able to be there or watch it on TV, I just cannot wait to go and tell her how excited I am. 例えば私の試合が本当にうまくいったときに、そしてもし妻がその試合に来れなかったり見ることができなかったら、私はその試合のことを妻に伝えたくてうずうずしています。 So if you have something that you know is so exciting and that you care about so much that is so exciting, don't you just want to share it with people? 皆さんも同じじゃないでしょうか。本当に素晴らしい、喜ばしい、ワクワクするような出来事が起きたときに、そのことを他の人に伝えたくてうずうずするんじゃないでしょうか。 This is exactly why I'm here tonight. このことのために私は今日ここにいます。 Because Jesus is my life. なぜならイエス様は私の命です。
baseball is not my life. 野球が私の命、人生ではありません。 Now, it is a part of my life, 確 yes. かに私の人生の一部ではあります。 But Jesus is my life. でも、イエス様が私の人生のすべてです。 And so when something excites me that much to know, like, this is so real and it feels so awesome to be able to be a part of, I want to tell you about it. なので私がこのこと、イエス様が私の人生にいるということに喜びを覚えて、本当にすげえなこれと思う気持ちを皆さんに伝えたいのです。 So, in the little Japanese that I know, 少ない私が知っている少ない日本語の中で I would say, Tozo. どうぞと言いたいです。 Because I've never met anyone that has met Jesus, that has come to know Jesus, and that has said, nah, I don't need that anymore. なぜなら私は今まで会ったことがありません。イエス様に出会って、やっぱいらない、イエス様なんていらないとそういう人に私は今まで一度も会ったことはありません。 It's the most important decision that you'll ever make in your entire life. 人生の中で最も重要な決断じゃないでしょうか。 And you know what, you may be sitting there, you're like, I'm not sure. もしかしたら皆さん今そこに座っておられるところで、いやーもうそんなことないんじゃないみたいに思われているかもしれません。 Just like my translator here with the Fukuoka SoftBank Hawks tells me all the time, he just says, just try it. 私のソフトバンクスホークスでの通訳者がよく言うんですが、ちょっとやってみればいいじゃんと彼はよく言います。 All the time with food. He said, I'm like, what am I eating? He goes, just try it. 特に食べ物に関してよく言われます。これ何と聞いても、いいから食べてごらんよとよく言われます。 So if you're not sure, like, I don't know about this Jesus, I don't know if he's good for me, I just don't know. I'm asking you, just try it. なので私も皆さんに言いたいです。試してみたらどうですかと。いや、イエス様なんてよくわかんないしとか、私には必要ないんじゃないと思われる方がいたとしても、やって受け入れてみたらいかがでしょうか。 Because he will completely transform your life and you will not be disappointed. なぜなら、イエス様はあなたの人生を全く変えてくださいます。あなたが決して後悔しないように変えてくださいます。 So I say, ありがとうございます。ありがとうございます。 And thank you for listening. 聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。お話をいただきまして、野球のこととともにね、でも、もうあのこともたくさんね、やっぱりそれが、スタンリッジ選手の力強さにね、じゃないのかなと思いながら聞いておりました。はい、少しの時間、質問を聞きたいことね、お話になったことでもそれ以外のことでも聞きたいことがありますか？そしたら手を挙げてください。そしたら、通訳がいますので日本語でも結構ですので、ね、お話をくださったら選手が答えてくださいます。はい、質問のある人。お願いします。お願いします。はい。野球のことでもいいですよ。はい。 Hey, everyone, tell them. You can ask me any question about anything. It's not any question. I don't care. It's not a dumb question if you ever ask it, but I may possibly give you a dumb answer. 私に何を聞いても構いません。どんな質問でも構いません。決して悪い質問であることは絶対にありません。でも、もしかしたら私の答えが間違っているアホな答えをしてしまうことがもしかしたらあるかもしれません。すいません。はい。とおっしゃってください。質問のある人、どなたでもいいですよ。はい。はい。Anything you want to know? My favorite. はい、はい、どうぞ。はい。そうですね。She's 日本人。Yes. 可愛い女の子です。Yes. And she is very cute. とっても可愛いです。何歳の時？
now she's 1. 1歳になりまし She came to live with us when she was 6 weeks old. た。6週間の時に我が家に来ました。よろしいですか？はい。Good question. Thank you for that question. いい質問です。ありがとうございました。はい。他にございますか？はい。どなたでも。My favorite Japanese food is yakiniku. 私の、ね、一番好きな日本料理は焼肉です。Oh yeah, ramen. Yes, yes. 私の好みですね。はい。他にいますか？ In the summertime, hiyachichuka. 冷やし中華も夏はいいですね。はい。質問ありませんか？My kids' names are my little boy's name is Cash, 息子の名前はキャッシュと言い and ま my す。 little girl's name is Kane, 娘の名前はケインと言います。 and my wife's name is Joy. 妻の名前はジョイと言います。 We don't have any dogs. We don't have any cats. 犬も猫も残念ながらいません。どうして自分の人生を神様だっていうことをそういうふうに自信を持って言うことができるのですかっていうのと、ホークスの中で仲のいい選手から。Okay, the first question. まず一つ目の質問。 Good question, by the way. Thank you. いいそうですね。ありがとうございます。 I would say, first and foremost, that I came to know Jesus when I was a little boy, when I was young. まず私がイエス様に出会ったのは私が小さい時のことでした。 I grew up in a Christian home, so my mother and father were Christians. クリスチャンホームで育ち、当然父も母もクリスチャンでした。 So we were always talking about God. We were always talking about what Jesus had done for us, and so it was there. It was available for me every single day. なので小さい時から、いつでも父と母と家族でイエス様について話したり、聖書について話してきたので、いつでも、そこにあったと言いますか。 Now the reason that you ask, how do you get the strength to be able to talk about it? Is that what the question was? どうしてどこから自信が来るのかですよね。どうしてそんな自信を持っているのか。 Is because I know that it's evident in my life that Jesus lives inside of me. なぜなら私の人生を、自分で見てそこにイエス様がいるっていうことがはっきりと分かるからです。 Because I believe what God's word says and I believe what the Bible says. 聖書に書いてある神様の言葉を私は信じていますし。 So now I am able to make a bold statement in knowing that I follow Jesus. Yes. それを通しても私ははっきりと、自分はイエス様に従っていきますということができます。 When I was with the Hanshin Tigers, we started. They would do the hero interview, and I was trying to come up with something that I could say to the crowd because it's fun for the crowd loves when the players say something fun. 阪神の時にヒーローインタビューがありますけど、その時に自分が何を言おうかと、どんな楽しいことを言おうかとずっと考えていました。ファンの方々は選手がそういう楽しい発言をするのをとても喜ばれるので、自分はどんな発言をしようかとずっと考えていました。 So me and Matt Merton came up with something that we thought, this would be fun because we can actually proclaim God's name over the microphone, and they have to listen. それでマット・マートン選手と相談したんですが、これいいんじゃないかと思いついたフレーズがありました。そのフレーズを通して自分の信仰、神様のことを言い表すこともできるし、そしてまたマイクを通してファンに語りかけるので、ファンは聞かなければいけないと。なんて好都合なんだと。 And what we found out, and what we realized as Americans, coming up here playing baseball, is we could sit there after we won a game, and we could say, the sky is orange or green, and everybody would be like, yay! We could say anything. でアメリカ人として
So we figured, we were like, well, we got to come up with something fun to say. So what we ended up coming up with was Kami-sama wa watashi no chikara desu. So we would say that when we would do the hero interview. そこで思いついたのが神様は私の力ですというフレーズで、ヒーローインタビューのたびにそのフレーズを言うことに決めました。Because here we are as Christian ball players, you know, we are not able really to tell people about what Jesus means in our life on an everyday basis because we do not speak the language. 私もマートン選手もクリスチャンとしてクリスチャンですが、野球選手として必ずしも毎日自分の信仰のことを話すチャンスがあるわけではなく、災害の問題といいますか、言語が話せないのでなかなか自分の信仰のことを話すこと機会がありませんでした。So it gave us a chance to give God the glory, you know, in front of everybody in the stands, and it ended up being really great, and they loved it. それで球場でファンの前で神様に栄光を期す、栄光を返すそのチャンスが与えられて、それでファンの方も喜んでくださっているようなとても良い機会だったんじゃないかと。But then eventually I changed it because I wanted to make sure that we're not just talking about any God. I'm not talking about just, you know, any God. I'm talking about the Creator God. I'm talking about Jesus. And so that's why I said that I'm going to change it to Yes Sama wa watashi no chikara desu. And so that's why I changed it to that. And now that people are going to not ever get confused about what God I'm talking about. I am talking about Jesus, you know. And so that's why I do that. 途中で一度そのフレーズを私たち大本が変えたんですが、なぜなら私が信じている神様はどの神様というか、あの神様この神様というわけじゃなく、ただ唯一のこの世界を作られた創造主の神様を信じていること、そのことを伝えたくて、イエス様は私の力ですというフレーズに変えました。And that, you know, that's why I changed, you know, and I put this on the wristband. And I'm sorry I don't have any more. I ran out, but I would have brought you some. But that's why I have Yes Sama wa watashi no chikara desu on the bracelet, because I'm able to give it out to people, and it's basically a witnessing tool for me. And that's basically telling people, hey, this is where I get my strength from, because I know Jesus, and this is where I get my strength from. それでこのブレスレットというさにイエス様は私の力ですという言葉を入れた理由も、ファンにあげるたびに、自分の証としてここからイエス様に私の力があるんだということを告白できる、そのような理由でリストバンドをつけました。そして謝らなければいけないのが本当は今日皆さんにお持ちしたかったのですが、残念ながらなくなって、今もう手元にはないとのことです。So I find my strength and my boldness in being able to share my faith and being able to share what God means to me, because I'm not ashamed and I'm not scared, because it does not matter what anybody thinks. What I know is that Jesus lives inside of me, and that I love Him, and He loves me. それで質問の答えになりますけど、どうして私が自分の信仰を自信を持って告白することができるのか。それは他の人が何をどう思うと、私について何をどう思うと関係ないのだと、私が信じている神様が重要なのだ、そこから力をいただいているのだと、そのことに確信があるからです。And I know He's real. And I know it's real. It's not something fake. It's not something just made up. I know that He is real. そして私はその神様が本物であると、現実にいらっしゃるということを信じています。So that's the first question. Second question, I'm getting to know even more guys on the team. Obviously, I'm gonna spend more time with an American because I can speak to him more. You know, so Dennis Sarfate is a good friend of mine, because our lockers are right next to each other and we're constantly with each other all the time. いろんな選手とまだまだ仲良くなっている途中ですが、アメリカ人として英語のコミュニケーションが取れるっていうことで、ごめんなさい、選手の名前がデニス・サーファーテ。サーファーテですかと、ロッカーが近いことも関係して、彼と一番仲良しじゃないかと。And you would be pleased to know that Dennis does know Jesus too. そ
そしてまた、皆さんご存知か分かりませんが、デニスもクリスチャンであります。So so it's another thing too that if you see him on TV, please keep him in your prayers as well, because we're out there as Christian ball players playing to bring God glory, and we need all the prayer. 彼もクリスチャンということで、皆さんもしも彼をテレビで見たら、ぜひ彼のことも祈りに思えてください。私たちがクリスチャン選手として歩んでいくためには、たくさんの祈りと支えが必要なので、ぜひお祈りに覚えていただきたいです。But there's a lot of Japanese players that I'm friends with too. I mean, a lot of the guys on the team I'm constantly talking to, and with my broken Japanese and their broken English, we can kind of communicate a little bit. So, I mean, I have really good teammates. もちろん他の日本人の選手とも仲良くさせていただいています。私の足りない日本語と彼の足りない英語で何とかコミュニケーションを取りつつ、していますけど、本当に良いチームメイトに恵まれています。Most of the time, we're just making fun of each other. ほとんどの場合、私たち、お互いにからかい合って遊んでいますけど。Good question. Thank you. いい質問でした。ありがとうございます。はい。他にございますか？質問ある方。はい。イエス様は私の力ですけど、インタビューで言われて、帰ってきた反応っていう。Yeah, I mean, the response we get is yay! I mean, they don't know what. 意味がわからないのもあるんでしょうけど、わーっと喜んではくださる。Like I told you, I mean, I could say the sky's green and be yay! 先ほど言いましたよ。空が緑色だって言っても皆さん喜んでくださるみたいな。One thing I have learned about being a professional athlete, one thing I have learned is people want to listen to what you have to say, no matter if it's stupid or if it's smart or anything. People just want to listen to what professional athletes have to say. They're interesting. 野球選手、プロスポーツ選手ですかになって分かった、知ったことというのが、例えば一般の方々はその選手がどんなことを言うのか、本当に興味を持って知りたがっているというか、それがたとえどんなに、本当に良い発言だろうと、ちょっとふざけた発言だろうと、そういうことを気になさないで皆さん知りたがる、聞きたがるんだなっていうことを学んできました。That's why as athletes we have to be careful what we say as well, because it can be taken in a different way. It could be maybe somebody say something as a joke, but really somebody take it as serious, and you're like, wait a minute, hold on a second, I didn't really mean it like that. So as a professional athlete, you have to be very careful because people, they just care about what you have to say. そこでその反面といいますか、プロスポーツ選手として本当に自分が何を言うか気をつけなければいけないなと思わされています。たとえジョークのつもりで言ったとしても、周りが違うふうに受け取ったら大問題になる。もうちょっと待ってよと思ってももう取り返せないので、そのことはすごく気をつけるようにしています。But the reaction that I would get, when I said the phrase that Jesus is my strength, I guess that it was a positive reaction, because they yelled and they cheered. But I think some people probably, I'm sure probably a lot of Japanese people were like, what did he just say? Wait, I didn't hear, did he just speak Japanese? So I think a lot of people probably looking around after I would say that and say, I have no idea what he just said. 多分、帰ってくる反応結果が好意的なポジティブなものだということは信じてました。でも多分私の日本語が足りないところもあるので、きっと聞いてわーって言ったはいいけど今なんて言ったんだろうとか、それ日本語喋ってたとか、きっと意味が分かってられないファンもきっと多くいるとは思います。他におられますか？はい、どうぞ。阪神ファンとホークスファンの印象の違い。There's a big difference.
Hanshin Tigers fans are really crazy. Crazy. I think it's more. You know, there's some good Hanshin Tigers fans. They're good fans. もちろんいい阪神タイガースファンもいますけど、I remember there was one particular instance. ある出来事のことをちょっとお話ししたいと思いますけど、I just finished pitching in a game. I cannot remember it was a countryside game close to Hiroshima. 広島近くの名前が思い出せないんですけど、広島近くの、で行われた試合で自分ピッチャーとして投げた試合の後のことですけど、Maybe Oyama, is that one? Oyama? Is that a place? Oyama. I can't remember. Anyways, 大山でしょうか、 So- 思い出せません。 we're at the train station after I pitched that game, and I'm trying to make the last train back to Osaka. 電車の駅ですか、大阪駅ですかにいて、すいません、そこの、市の駅から大阪へと帰る最終便、最終便じゃないかな、最後の最終列車に乗ろうとしている時なんですけど、 So after the game, we go back to the hotel. I shower. I put my suit on. I put my suit on, and I go to the train station, and I have 15 minutes before the train leaves. それは、試合が終わってホテルに行って急いで、シャワー浴び着替えて、駅へと直行するんですが、15分、その電車が出発するまで15分しかありませんでした。 And so I thought, man, I'm starving. I've got to get something to eat, and there's a McDonald's right there. そしてお腹が試合直後お腹が空いている、何か食べなきゃとふと見たらマクドナルドがあったそうです。 Well, one thing you have to learn about the Hanshin Tigers fans is if one Hanshin Tigers fan sees a player, just one, if they see a player, guess what happens? They go, hey, everybody, over here. So there's 200 that come after them. 阪神ファンの特徴といいますか、たった一人でも阪神ファンに見つかったならば、おいこっちだよと200人引き連れてくるそうです。 So I'm ordering my hamburger in McDonald's. マクドナルドでハンバーグを注文しています。 Well, somebody is already ordered, and they turn around and they see me. 私の前の人が注文を終えてくるっと回って私のことを見ました。 And obviously they said, oh, stand to meet you. Okay. You know, I was like, hey, nice to meet you. How'd you nice day? You know, and they were like, nice pitching. You know, I was like, oh thank you. スタンリッジさんじゃないですかとアクションを求められて、こんにちは、はじめましてとか言いながら、その対応していましたけど、 So then I see as he walks out the door, he pushes the button, the door's open, and he starts talking to everybody. それでその人と話を終えて、その人がくるっと回って店を出て、自動のボタンを押して開けて、外の人にちょっと見てよとすぐ声をかけ始めます。 Well, my back is to the doors, and I'm thinking, okay, I just do not want to make a big deal because if these people start coming in here, this is going to be a problem. 私はドアを背にして注文しようとしている時でしたけど、これを大ごとには絶対したくないと、囲まれたくないと。 So I'm playing on my phone, trying to waste time until my hamburger gets here. それが注文し終えてハンバーガーが出来上がるまで、一生懸命スマホをいじって時間を過ごしていましたけど。 So I get a tap on my shoulder, and I'm like, oh, okay, and turn around, and somebody asks me for an autograph. そして、時間を潰して待っている時にちょんちょんと肩をつつかれてふと振り向いたらファンの方がサインくださいとそこに書いていました。 So I said, sure, you know, so I signed or whatever. And as soon as I handed him back the ski sheet, you know, as soon as I handed whatever. I handed it back to him. Well, there was 50 people that were standing right here, and the doors could not close to the ground. その最初のファンにいいよいいよとサインをして色紙を返した。ふと見たらもうそこに50人ほどがすぐそばに列をなしてて、マクドナルドの店のドアがもう閉まらないぐらい列ができていたそうです。 So people started pushing, and people could not get up to the counter to order their food. もうそのファンの方が阻まれてマクドナルドに注文しに来た人も
カウンターまでに行けなく、 And I thought, this is a big problem. これは大問題だと思いました。 They're going to kick these people out of McDonald's. マクドナルドが怒ってこの人たち追い出すんじゃないかと。 And so finally, I signed some more autographs, and then my hamburger got there, and I just went as fast as I could to the train. それで仕方なくハンバーガーが来るまでファンの相手をしサインをしてハンバーガーができた瞬間それを持っても全速力で駅まで達しました。 And they're following me. もちろんファンは私のことを追いかけてきます。 And I'm telling them my train is leaving in 5 minutes. 私一生懸命叫ぶんです。電車があと5分で出るんです。 It would take me 2 hours to sign all these autographs. 皆さんの相手してたら全員の相手してたら2時間はかかるんじゃないか。 So that's just a little glimpse of how crazy Hanshin Tigers are. こんな感じで阪神ファンがちょっとクレイジーな。 But SoftBank Hawks fans are great. They're good fans. And I mean, you know, a fan can be crazy no matter who he's for, you know. And so there's good fans. There's good Hanshin Tigers fans. There's crazy Hanshin Tigers fans. There's good SoftBank Hawks fans, and there's crazy SoftBank Hawks fans. So. ソフトバンクはファンはいい、素晴らしいというかいい人が多いです。でももちろんどのファンでどのチームのファンであろうと、いいファンもいればちょっとクレイジーなファンもいますし、阪神にもいますし、それもちろんソフトバンクスにもいます。 But the thing is, as players, we don't mind the crazy fans. It's actually fun because we can make fun of them. 選手としての思いですけど、クレイジーなちょっとぶっ飛んでいるファンも好きではあります。からかったり笑ったりすることができるので、そういうファンももちろん大歓迎です。 So we like laughing at them. 彼らを笑うのも楽しみの一つであります。 But you know, the thing is with fans, the fans are what makes the atmosphere of the game. 試合の空気というんですか、雰囲気を作り出すのはファンの方々です。 And what was good, what Hanshin Tigers fans do very good with is make the atmosphere really, really exciting. 阪神のファンの得意技といいますか、よくなんでしょう、うまいことってうまくやれることがその球場の空気をとても何でしょう、エキサイティング、興奮的というかとてもワクワクするような雰囲気を作り上げるのは得意ではあります。 That's why Koshin is one of the most exciting places to play in Japan. だから甲子園は日本の中でも一番熱気のある球場ではないでしょうか。 So as a player, it's a lot of fun. 選手としてはどんなファンも So とて when も the 楽しみです。 when the fans, so as a player, us as players, we appreciate the fans and how exciting they get in a situation that's you know, a tense moment or whatever it is. We feel that because the fans make us feel that. なので、選手としてファンに本当に感謝を申し上げたいです。たとえ試合の、なんでしょう、試合の状況が悪かったとしても、それも緊張した場面であったとしても、ファンの皆さんのサポートのおかげで、おかげを本当に感謝したいと思います。 So Hawks fans, ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。良い質問してありがとうございます。時間のこともありますので、ここまでとさせていただきます。で、この後の交わりの時にまた個人的に質問してくださったらお答えくださるかと思います。そして本当に今日はエルシオン教会のトークタイムにおいでくださって感謝をいたします。おいでくださった方々に、感謝として若干のプレゼントがあるんですが、まず第一に、ないと言われているリストバンド、なぜかここに3つあるんですね。はい、スタンリッジ選手の背番号は何番でしょう。55番ですね。はい、靴の袋に番号が書いてあるんですが、靴を入れてないという袋に番号があるんですが、5番、15番、25番をお持ちの方がありますか。5番、はい、はい、5番、はい、5番、5番、15番、15番、はい、はい、25番、25番、はい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 、おめでとうございます。阪神の
タンリッジ選手でも良いという方にはスタンリッジ選手のカードがございます。 It's not what's on the front that's important, it's what's on the back. 表に書いてあることじゃなくて裏が大事。よろしくお願いします。阪神大学の絵で良いという方に差し上げますが、希望の方おられますか？はい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 、じゃあはい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 。When I get some more wristbands, I will try to send some wristbands over. That way, everybody can have some. あと6枚。リストバンドが私も新しく手に入り次第この教会に送りたいと思うので、まあ皆さんよかったらお待ちください。あと3枚。もう3枚、これ地上で最後の3枚。はいはいはい。はい、あと2枚。はい。はい。最後の1枚。地上で最後の1枚。いいですか？はい。はい。もう一つプレゼントがあります。それはサインボールを用意いたします。これはまだちょっと準備ができてないこともありますので、このアンケート用紙を皆さんの袋の中に入れてありますので、それにアンケートをお答えいただいてボールをお届けすることもありますので、住所、お名前をそこにお書きいただきたいと思います。ボールとともに、こういうまた集会がありますときにはボールを貸していただくこともあると思いますが、そのアンケート用紙を使っていただきまして、後ろに出していただいた方に、全員というわけにはいかないんですけれども、それなりの数を用意してご連絡お届けをさせていただきますので、アンケートの方ご協力をよろしくお願いします。リストバンドを送られてきたら、連絡先残してくださった方には電話もしくはお送りいたします。今なんかくださるとおっしゃってます。リストバンドの、新しいのが、それもサインボールは限られた数ですけれども、アンケート用紙を残しておいて、住所残しておいてくだされば、リストバンドはそれに十分な数いただきますので、お願いいたします。ですから、ぜひそれをね、お残しいただければと思います。よろしいでしょうか。それで、ただし、いつになるかはわからないそうですね。よろしいでしょうか。では、もう一人、私、エルション教会の牧師でありますけど、もう一人、女性の三河先生にも一言お祈りをしていただきまして、その後、また、立ちやあってそのために一言お祈りいたします。天の父なる神様、忙しいシーズンの中、スタンジ選手をこのエルシオン教会に送ってくださり、心から感謝いたします。小さな教会ではありますが、イエス様を信じている私たち家族として、スタンリッジ選手がエルシオンを愛してくださり、ここへ来てくださったことを感謝します。今日ここで近くお会いすることができたお一人お一人に、どうぞイエス様の力が望みますように、お一人お一人に力を与えてくださり、どうぞイエス様とさらに近づいていくことができますようにお願いいたします。今日おいでになった方々お一人お一人の家族を祝福し、また帰った後もどうぞそのご家族に神様の祝福を注いでくださることをお願いいたします。この時まで守ってくださったことを感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。はい、どうもありがとうございます。それでは少しお話をしたり、講演の時もしたいと思いますが、小さなお子さんがいるご家族ごとグループごとでと思いますが、